皆さん、こんにちは。今回は、シャボン玉の虹から原子も地震も重力も見える物理の目、干渉島のすごい力というちょっと不思議なタイトルの動画をお届けします。さて皆さん、シャボン玉って吹いたことありますよね。虹色に輝く美しい模様。実はあれと全く同じ原理で、目に見えない原子の並び方や地震による地面の動き、さらには宇宙からやってくる重力波まで見ることができるんです。今回はその不思議な干渉島の世界をご紹介します。まずはニュートンリングという現象から始めましょう。これ理科の実験で見たことある人もいるかもしれません。平らな凸レンズをガラス板の上に置くと、中心から広がる同心円状の美しい縞模様が現れます。これがニュートンリングです。なぜこんな模様ができるかというと、レンズとガラスの間にある薄い空気の層で光が反射してるんです。上の面で反射した光と下の面で反射した光が重なり合って干渉という現象を起こしているんですね。ここで面白いのが、なぜ綺麗な同心円になるかということ。実は空気層の厚さ D は中心からの距離 R とこんな関係があるんです。空気層の厚さは半径の2乗をレンズの極率半径の2倍で割った値になります。つまり中心から離れるほど空気層が厚くなっていく、この厚さの変化が同心円状の美しい模様を作り出すんです。なんで明るい部分と暗い部分ができるのか。これは光の波の性質によるものです。光路差、つまり2つの光が進む距離の差が光の波長のちょうど整数倍になると波が強め合って明るくなります。逆に波長の半分ずれた位置では波が打ち消し合って暗くなるんです。プールの波を想像してみてください。2つの波がぴったり重なれば大きな波に、山と谷が重なれば平らになる。それと同じです。さて、ここからが本当にすごいところ。リングの半径は5ミリとか定規で簡単に測れる大きさですよね。でも空気層の厚さはどうでしょう。実際に計算してみると、例えばリング半径が5ミリ、レンズの極率半径が1メートルの場合、空気層の厚さはなんと約 12.5 マイクロメートル。これ髪の毛の太さの5分の1くらいです。つまり目で見える5ミリの縞模様から目には見えない 12.5 マイクロメートルという超微細な厚さが分かっちゃうんです。これが干渉島の魔法。見えないものを数百倍から1000倍に拡大して見せてくれる自然の増幅装置なんです。そしてシャボン玉の虹色も全く同じ原理です。ただしニュートンリングとの違いは、媒質が空気から石鹸水の薄い膜に変わって形も同心円じゃなくて不規則な模様になること。シャボン玉の膜の厚さは場所によって違います。そして膜の厚さによって波長700ナノメートルの赤い光が強め合う場所と波長450ナノメートルの青い光が強め合う場所が違うから、綺麗な虹色が現れるんです。さて、ここからが本題。年912年、マックス・フォン・ダウエという科学者が X 線を結晶に当てると解説することを発見しました。これ何がすごいかというと、人類が初めて原子の並び方を見ることができるようになった瞬間なんです。X 線解説ではブラックの法則っていうのが重要になります。難しそうに聞こえるけど原理はシンプルです。結晶の中の原子は規則正しく並んでいて、各層で反射された X 線の光路差が波長の整数倍になったとき、X 線同士が強め合うんです。シャボン玉と同じ原理ですね。実際の測定では、まず解説パターンを記録して、どの角度で X 線が強くなるかを調べます。
そしてブラックの式を使って原子間の距離を計算し、最終的に原子がどう並んでいるか3次元の構造を明らかにするんです。X 線解説って実はいろんなところで使われてます。新しい材料の開発、地質調査、そして面白いところでは美術品の鑑定にも顔料の成分を分析して本物か偽物かを見分けたり、絵が描かれた年代の推定をしたりするんです。次は INSAR。正式名称は Interferometric Synthetic Aperture Radar。日本語で合成開口レーダー干渉法と言います。これ、人工衛星から地面の変動を測る技術なんです。仕組みはこんな感じです。衛星から地面に向けて電波を発射して同じ場所を時間を空けてからもう一度観測します。もし地震とかで地面が動いていたら衛星からの距離が変わりますよね。この距離の変化を2回の観測データの位相差として検出するんです。2016年の熊本地震の時、この技術が大活躍しました。なんと最大で1メートル。つまり大人の腰の高さくらいまで地面がずれたことが宇宙から観測されたんです。震源を中心とした虹色の干渉島パターンがまるで巨大なシャボン玉みたいに地表に現れました。この技術の何がすごいかって、災害が起きてから数時間で広い範囲の被害状況がわかることです。人が入れない危険な場所の様子も確認できるし、何年も同じ場所を観測し続けることで、地盤沈下みたいなゆっくりした変化も捉えられるんです。最後は究極の干渉技術、重力波検出です。アインシュタインが質量を持つ物体が動くと時空が歪んで、その歪みが波として伝わるって予言したんですが、あまりに小さすぎて100年近く誰も実際に観測することはできませんでした。そして2015年9月14日、ついにアメリカの研究施設ライゴが重力波を初めて検出することに成功しました。13億光年彼方で起きたブラックホールの合体による重力波をキャッチしたんです。アインシュタインの予言から99年後の快挙でした。ライゴはこの航空写真のように 4km もある巨大な L 字型の装置です。レーザーの光を2つのアームに分けて往復させます。重力波が通過すると、片方のアームがほんのちょっと伸びて、もう片方が縮む。このわずかな変化をマイケルソン干渉計で検出します。ものすごく小さい長さを測っているのですが、測定のための原理は実はものすごく古典的でオーソドックスなものなんです。ここからが本当に信じられない話です。検出する変異はたったの10のマイナス18乗メートル。ものすごく小さいですね。これがどれくらい小さいかというと、原子核を作る粒子である陽子の大きさの1000分の1。地球と太陽の間の距離で例えると、水素原子1個分の大きさ、髪の毛の太さを地球の直径まで拡大したとき、やっと1ミリ動くくらい。もう想像を絶する小ささです。でも、干渉という現象を使えば、これが測れちゃうんです。初めて検出された GW150914という重力波は、太陽の質量の3倍分のエネルギーが一瞬で放出された現象でした。陽子よりもはるかに小さい変異を検出するために、様々なノイズ対策や干渉の増幅技術が使われていますが、根本的な原理は古典的なマイケルソン干渉計、シャボン玉の虹と同じ光の干渉なんです。今回見てきた技術全部に共通しているのが干渉島です。高度差が位相差になって、それが干渉パターンとして現れる。この原理で見えないものを見える化し、微小な変化を増幅してきました。原子の世界から地球規模の変動、そして宇宙の彼方からやってくる時空の波まで、すべてシャボン玉の虹と根本的には
同じ原理で見ているんです。干渉島はまさに物理学に与えられた特別な目なんですね。いかがでしたか？今日は干渉島の不思議な世界を一緒に旅してきました。子供の頃に吹いたシャボン玉の虹色、あの美しい模様と同じ原理で、科学者たちは原子の配列を解き明かし、宇宙からの重力波さえも捉えることができる。なんだか世界の見方が変わりませんか？次にシャボン玉を見かけたら、ちょっと立ち止まって観察してみてください。その虹色の中に宇宙の秘密を解き明かす鍵が隠れているかもしれません。それでは皆さん、次回の動画までごきげんよう。